は。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回はこの春夏の新商品の中から特に注目のアイテムを紹介していきます。で、今回は最新のルームセットも多めに紹介しますので、商品単体の情報だけじゃなくインテリアコーディネートとしても楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。こちらのデスクなんですけども、すごく可愛いですよね。足の線が細くてデスクの奥行きも狭めなので圧迫感がなく、リビングにも置きやすいデスクとなっています。いきなり危険なものからいきますけども、危険って衝動買いの危険ですけども、こちらのグラスすっごく素敵じゃないですか。何ですかこのデザインは。可愛すぎますよね。この涼しげな色合いもたまりません。もうほんとやめてほしいんですけど、これは4つセットで売られています。食洗機 OK のマークがついていますね。多分冷たい飲み物用ですね。しかも日本の IKEA は5月いっぱいグラス類が 15% オフなので、うっかり買ってしまいそうですよね。で、こちらのお皿ですね、前もすごく素敵だなっていう風にちょっと紹介したことあるんですけども、本当に質感が美しいプレートとなっています。もうこれはね買っちゃいました。もうご覧のようにすごくね薄くて、重ねた時もすごく薄いので、ちょっと収納した時に1枚ずつ取りづらいっていうデメリットは感じています。でも本当に質感が良くって素晴らしいデザインだと思います。他の商品と比べるとちょっとお高めではあるんですけども、2枚セットのお値段となっています。私はこの小さい方のプレートを購入しました。これちょっと珍しくってメイドインポルトガルと書いていました。で、電子レンジ OK、 食洗機 OK のマークもついています。このぐらいのサイズってすごい使うじゃないですか。私はずっと山崎製パンの春のパン祭りのものを使っていたので、相当長年使ったので、ちょっと今回ねこれに変えてみました。毎日使うものなので満足度高いんですよね。他にもこのような可愛らしい柄のものも新商品で出ていました。こちらは1枚単位で買えるのが何気に嬉しいですね。あとですね、もしかしたらもうちょっと在庫少なくなってきちゃってるかもしれないんですけども、アニバーサリーコレクションとして出たこちらの傘を購入しました。これはですね、オンラインではなく店舗限定として売られていました。とても可愛いですよね。で、私ちょうど傘壊れてたんで、ずっと買わなと思ってたんで、ついに IKEA で傘を買うことにしました。この IKEA のロゴのところは反射板になっています。大きさはねかなり大きめです。ジャンプ傘になっています。IKEA の傘ってすこぶる評判悪いんですよね。使ったことある方いらっしゃいますか？ちょっとね漏れてくるとかよく聞くんですけど、ちょっと使ってみてその辺は検証したいなと思います。この骨フレームはすごく頑丈そうです。はい、また、キッチンコーナーに戻りまして、こちらのバスケット、やっぱり可愛いベージュ。このバスケットほんと可愛いんですよ。最近のおすすめ商品なんですけど、程よくね中身が透けるので、お菓子とかしまっても中身がちゃんと分かるのがいいんですよね。で、作りもかなりしっかりしています。結構遠慮なくガンガン物を入れられて便利です。あとストックホルムコレクションという今期の注目コレクションなんですけども、そちらの、黄金のトレイを見ることができました。ディスプレイに可愛いですね。ディスプレイに使えば小さめサイズで使いやすそうです。ちゃんと足がついてました。シリコンの足ですね。ちょっとノートとか置くだけでもすごくおしゃれになりそうですね。あとトレイも出てまして、これ結構欲しかったんですけど、実物はやっぱ想像の3割ぐらい大きくってでもね足がついてるのがやっぱり素敵だなと思いました。ただめちゃくちゃ重いんですよ。なのでちょっとねこう運ぶには難しいかな。トレイだけどディスプレイ用にはありかなと思いました。こちらダイニングチェア、こんな素敵なデザインのものも出ています。こちらちなみにダイニングテーブルも同じストックホルムコレクションのものとなっています。
椅子が3脚並んでる時点で相当大きいのをお分かりいただけると思うんですけど、でチェアはですね座面がレザーになってまして高級感がありました。それでですよ、これですよ、これもう変な声出たし一人で。こちらはストックホルムコレクションのキャビネットです。パイン材のフレームとラタンの組み合わせがたまりません。でまたこのラタンももうちょっとパイン材もなんですけど、どっちも素材のクオリティがやばくないですかでこの引き戸がですね、なんでこんなスムーズなんっていうぐらいね、もうスルスル開きました。で中もすごい綺麗です。背面もちゃんとラタンになってますので綺麗な仕上がりとなっています。2017年でしたっけ、その時のストックホルムコレクションでも似たようなものがありまして、その時もねすごい素敵だったんですよ。今回も間違いなくすぐに売り切れてしまうんじゃないかなと思います。こういうキャビネットで引き戸って珍しいですよね。こう椅子が迫ってるダイニングエリアとかでも置きやすいですよね。ストックホルムコレクションでコーディネートされたルームセットです。こちらのキャビネットも花瓶も照明もミラーもストックホルムコレクションとなっています。このミラーちょっとね気になってたんですよ。やっぱり実物はかなり大きかったですね。とっても素敵です。でこのキノコみたいなライトも気になってたんですよ。かわいいです。でなんと柄もキノコなのかなこれ形だけじゃなくてかわいいですよね。でこちらのキャビネットなんですけども、中はですねなんとワインがしまわれていました。このキャビネットは鍵付きになっております。こちらの食器や小物もストックホルムコレクションのものとなっています。でこれは先ほど紹介した私が買ったお皿の大きい方が置かれています。そしてこのペンダントライプもかわいい。購入した人から聞いたんですけど、やっぱり組み立てはかなり大変だったと聞きました。難しくはないけど工数がかかるって言ってましたね。でもねダイニングに使うのもすごいかわいいですね。こちらのダイニングチェアなんですけども、とっても斬新なデザインをしています。なんか変なとこに足があるんでどうかなと思ったんですけども、座り心地は意外と良かったです。こちらラグもストックホルムコレクションの新商品となっています。でちょっと紹介しましたけども、こちらのテーブルランプですね、黄色もあります。こう原色のパキッとした黄色ではなくって山吹色とまでは言わんかな、ちょっと濃いめの黄色をしています。落ち着いた色合いですね。上側は完全に布で覆われてまして、下からこう光が多く漏れるという作りになっています。このファブリックの質感もとても綺麗だなと思いました。しっかり存在感がありますよね。電球は別売りとなっていますので、お好みの明るさのものを選ぶことができます。同じくストックホルムコレクションのこちらのテーブルランプもあります。こちらはトラバーチンの台座がとっても素敵なデザインなんですけども、私も購入しまして、前々回かな動画でレビューしましたけども、電球の選び方が難しいよっていう3つ使うんですよ。なので結構明るめになりがちなので暗めのを選ぶのがいいんじゃないかっていう話をしたんですけども、視聴者様が調光式の電球を買ったっていう方がいらっしゃいました。そうですよね。そうすればかなり失敗する確率は減らせるだろうなと思いました。明るいのをねここ3つつけちゃうと、ここだけねコンビニみたいに明るくなっちゃうんで、電球選びは慎重にされてください。でさっきのルームセットでもちょっと出てきましたけども、キャンドルホルダーがとっても素敵でした。ゴールド実物私初めて見ることができまして、よかったですね。これかなりずっしりと重みがあってお部屋に高級感を出してくれそうです。これひっくり返せばティーライトキャンドルホルダーになって、ひっくり返せば普通の細いキャンドルホルダーになるっていう 2way で使えます。お値段ちょっとするんですけど2個セットでのお値段となっています。ちょっとペン立てにもなりませんかって思ってるんですけど、こう1本だけねヒュッて立てたらおしゃれそうじゃないですか。結構品切れのお店が多いみたいです。
在庫をチェックしてからお店行くようにしてください。IKEA はもうすっかり夏なんですよ。で夏になってくると結構こう原色系のものも増えてきます。まずはこちらの、本棚の王様ビリーなんですけども、こちらのグリーンが新しく出ていました。すごいですね。めちゃくちゃポップなグリーンです。カラフルなインテリアがお好きな方いかがでしょうか。他にもですねいろいろ出てまして、こちらはブルーの家具が可愛いですね。もうダイニングテーブルのど真ん中にタコさんがいるっていう、どういう状況なんでしょうか。可愛いですけども、奥のプラッツァというシェルフは生産終了の文字が出ていましたので、狙ってる方はお早めに。鮮やかなブルーで可愛いですよね。緑青ときて、こちらは赤色のシェルフ、こちらもねすごく人気でなかなか入手困難だと聞いています。でこちら後ろはですね、次は黄色でございます。こちらは棚板がガラスになっていまして、ビットショーという人気のシリーズになっています。ガラスの棚板なのにアンカーなのでとても人気のシリーズです。でこんな風にボックスを使えば結構収納力もありそうですね。ディスプレイも楽しめるし、収納もちゃんと使えるっていう棚になってます。でこのようなボックスは特にIKEA安く買えますので、またバリエーションもたくさんありますから、合わせて見るのがおすすめです。でちょっとびっくりしたことがあって、IKEA好きな人なら多分みんな知ってるバスマットなんですけども、色違いが出てました。こちらはトフトボーというバスマットでして、ポコポコしたマイクロファイバーのバスマットで、こうビチャッとしない吸水性のあるバスマットでとても人気です。私はグレーをずっとリピ買いしてるんですけど、グレーがちょっと見当たらなくて心配なんですが、とりあえずこのピンクとグリーンが新しく出ているっていうのを注目したいと思います。でね、なんか気づいたんですけど、裏面のなんか素材がだいぶ変わった気がしました。でこんな感じのバスマットも新しく出ていることに気づきました。裏がですねかなりしっかり滑り止めって感じの素材になってました。カラーリングがとてもおしゃれですよね。これもすごく良さそうですね。トフトボーのいいところはここまでしっかりした滑り止めはないんですけども、かえってそれがね畳みやすいですし、洗濯でも困らないですし、押せるバスマットだなと思います。これ足の踏み心地良さそうですよね。で IKEA 毎年人気なのがこのシーズンに出るバスタオルじゃないやビーチタオルです。で今季のもすごく可愛いです。ですんごい薄手なんですよ。すごく乾きやすそうだなと思いました。でめっちゃパイル地って感じじゃないんで、膝掛けとかにしてもいいなと思います。最近 IKEA でこんなジュースが売ってるのご存知でしょうか。食品は残念ながらオンラインでは買えないので、店舗に行った際にぜひチェックしてみてください。4種類飲み比べてみたんですけども、味の好みは人それぞれなんで、どれがおすすめですかと聞かれたら難しいんですが、私は結構赤が好きかなと思いました。濃縮還元タイプではなくストレート果汁なので、とてもフレッシュなジュースで美味しかったです。このオレンジが一番酸っぱかったですね。子供はこのマンゴーとリンゴみたいなのが一番酸っぱくなくて好きみたいでした。このストローがついてるタイプはストローが紙製で弱いので、しっかり根元を持って刺すのがおすすめです。YouTube の投稿コミュニティってところでもちょっと書かせていただいたんですけども、このゴールデンウィークでこのチャンネルを開設して3年になりました。皆様ありがとうございます。とっても楽しく YouTube を続けられているのは皆様のおかげでございます。これからもよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。